眠れる森の美女。昔々、遠い遠い国で王様と女王様に美しいお姫様が生まれました。お姫様の名前はオーロラ姫。オーロラ姫の誕生を祝うために国中からたくさんの人々が集まりました。この特別な日に3人の優しい妖精たちも呼ばれ、姫に素敵なプレゼントを贈りました。1人目の妖精はオーロラ姫には美しさをと言い、姫がとても美しい人になるよう魔法をかけました。2人目の妖精は賢さをと言い、姫がとても賢くなるように魔法をかけました。しかし3人目の妖精が魔法をかけようとしたその時、突然悪い魔女が現れました。悪い魔女はオーロラ姫の誕生パーティーに1人だけ呼ばれなかったことに怒っていました。そしてその報復として姫に恐ろしい呪いをかけました。16歳の誕生日に紡ぎ車の針に指を刺し、永遠の眠りにつくだろう。あまりの恐ろしさに悲鳴が上がり、お城は騒然となりました。しかし3人目の妖精がまだ魔法をかけていなかったので、真実の愛のキスで呪いは解けると言い、魔女の呪いの力を弱めました。王様と女王様は魔女の呪いから姫を守るために、彼女を遠い森の中にある小さな小屋に隠すことにしました。姫は身分を隠し、ブライアローズという名前で呼ばれることになりました。その小屋で妖精たちは魔法を使わず人間の姿で暮らし、姫に料理や裁縫を教えました。ブライアローズはとても美しく賢い女性になっていきました。彼女の髪は太陽のように輝き、彼女の笑顔は森の花のように明るく、彼女の心は大きくて優しいものでした。彼女は自分が本当は王家の姫であることを知らず、森での生活を楽しみ、自然の中で自由に過ごしました。動物たちと友達になり、川で泳ぎ、夜には星空を見上げるのが大好きでした。彼女の優しい声で歌うと、小鳥たちも一緒に歌い始めるほどでした。ある晴れた日、ブライアローズはいつものように森を散策していました。彼女は木々の間を歩き、鳥の歌を聴きながら自然の美しさに心を奪われていました。その時、突然一人の若い王子が馬に乗って現れたのです。彼は偶然森を探検していて、美しい声に導かれて彼女のもとへやってきました。2人は初めて会ったにもかかわらず、すぐに親しくなりました。2人は森を一緒に散策し、お互いの夢や希望について話し合いました。王子は彼女に自分の国と家族のことを話し、ブライアローズは森での生活や動物たちとの楽しい時間について話しました。ブライアローズは王子の優しさと勇敢さに惹かれ、王子も彼女の美しさと優しさに心を奪われました。しかし幸せな時間は長くは続きませんでした。16歳の誕生日がやってきたその日、ブライアローズは不思議な力に導かれるようにして、古い城の塔の部屋へと歩いていきました。そこには禁じられていた紡ぎ車がありました。姫は好奇心からその針に指を刺してしまい、深い眠りに落ちてしまいました。森は一瞬にして静まり返り、
動物たちも姫の突然の眠りに深い悲しみを感じました。姫の優しい笑顔と歌声が森にはもうありません。小鳥たちはもう歌わず、リスたちは静かに木の枝に座っていました。妖精たちは王子に真実を話しに行きました。妖精たちは姫にかけられた呪いとその呪いを解く唯一の方法が真実の愛のキスであることを王子に教えました。話を聞いた王子はオーロラ姫を救うために立ち上がりました。彼の心は勇気と愛でいっぱいでした。魔女は強くて恐ろしい魔力を持っていましたが、王子は勇敢に立ち向かい戦いました。ついに王子は魔女を倒し、姫が眠る城にたどり着きました。城の中は静まり返っており、姫は美しく静かに眠っていました。王子は姫のそばにそっと近づき、心からの愛を込めて優しく姫にキスをしました。その瞬間、魔法が解け、オーロラ姫はゆっくりと目を開けました。彼女の目が開くと同時に森全体が生き返りました。姫は王子の顔を見て、彼が自分を救ってくれたことを理解し、深い感謝の気持ちを抱きました。王子とオーロラ姫の間には強い絆が生まれ、二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。眠れる森の美女のお話が教えてくれること、恐怖に打ち勝つことの大切さ。王子はとても勇敢で怖い魔女にも立ち向かいました。難しいことや怖いことがあっても勇気を持って前に進むことが大切です。勇気を出して一歩を踏み出すといいことが待っているかもしれません。愛はとても強い力を持っていること。王子の愛のキスがオーロラ姫の呪いを解きました。愛すること、愛されることはとても素晴らしいことで、難しいことを乗り越える力になります。このお話は愛と勇気を持って生きることの大切さを教えてくれます。友達や家族を思いやり、いつも勇気を持って生きることが私たちにとってとても大切なんですね。いかがでしたか？このお話を聞いて楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。それではまた次のお話で会いましょう。